皆さんおはようございます。おはようございます。はい、斉藤です。はい。はい、家からのトーク動画でございます。はい。トークシリーズでございます。はい。今日はね、ちょっと久しぶりにやりたい企画がありまして、ほい。実はね、3年前ぐらいにもやってるんですけど、3年経ったということで、今回はですね、私たちが今までいろんなテントを使わせてもらってきました。いっぱいいろんなの買いましたし、いっぱいいろんなご提供いただきましたし、っていうのでたくさんテントを使わせてもらってきた中で、私も突然買いましたしニコがお餅をぶっ飛ばした。たくさん買いましたね。はいはいはいで、企画の内容は3年前と一緒なんですけど、いろいろその後も使わせてもらったので、テント別にね、ちょっと特徴とか使いやすい部分と注意したい部分とかをお話ししたいなっていう動画でございます。はい。我が家はですね、犬が2匹いますので、ワンコ連れの目線っていう風にはなっちゃうんですけど、この辺使いやすいなとか、そういうのも含めてお伝えできればなと思っております。それからですね、まだまだそれでも使ってないテントたくさんあるので、こういうテント使いやすいよとかコメントで教えてくださったら嬉しいなと思います。お願いします。お願いします。それでは早速ジャンル別でやっていきたいと思うんですけど、はい、1つ目のテント、ツールームテント。ツールームテントっていくつか使ったよね。うちが使ったのはスノーピークのエルフィールド、なんだっけ、もっと長い名前だったよな。エントリーツールームエルフィールド、はいっていうのを最初の方に使っていて、今使ってるツールームはカラスブルバのキャタピラーっていうもうちょっと大きいやつを使っております。で、ツールームの特徴、なんでしょう、はるぴさん。ツールームの特徴。ツールームそうなんですよ。部屋が2つあるので、最大の特徴はテントの中で全て完結できるっていう感じかな。外に荷物を出さなくてもキャンプできるよっていう、全部テントの中に椅子だったりテーブルだったり、ベッドだったり入れて全部をテントの中で過ごせるから、雨が降ろうと雪が降ろうと快適なキャンプができるっていうのが特徴なんだと思います。ただ、もちろんその分大きいので、値段がね結構張るのと、場所をね結構借りられたりするっていうのもあります。ワンコはだいたいでもインナーの中にいなきゃいけない感じかな。インナーの中にいる時もあるんですけど、その前室と言われるインナールームの前の部分、その前室って言われている場所にシートを引いたりとかして、お座敷にすることによって、長距離、ワンちゃんを遊ばせられるっていうところはあるんですけど、やっぱり長距離、前室とインナーを通通で広くね遊ばせた長距離遊ばせられる。やっぱりインナーだけだと外に出してくれっていつもなるから、かといってやっぱ雨だったり、季節によってはなかなか外に出すっていうのが難しい土足の部分をシートを敷いてお座敷で座れるようにすることによって、犬も生活しやすく広く使うことができるので、めちゃくちゃ便利だなと思います。その前室側っていうのは結局はテントはテントなんで、下の部分がちょっと空いてるというか、ちっちゃいワンちゃんだったら脱走できる可能性もあるので、その辺をねちょっと注意しないといけないかなっていうのはありますよね。そうですね。前ボアちゃんの時はちょっとちっちゃいサークルとかを作ったりしてましたね。だからすごい便利なんですけど、価格が張るのと、あと大きい重いとか、その収納問題みたいなのもあると思うし、うちが使ってるキャタピラーもめっちゃでかいから、なんか人入れそうなバッグだもんね。その辺やっぱり軽でキャンプ行く時はちょっと持ってくのどうしようかなって思うぐらいでかいんで、ただ立ててしまえばやっぱり一番快適かなっていうテントですね。豚みたいそれでは次なんですけども、はい、
ワンポールテント。はいはい。ワンポールテントはなんかどういう特徴ですかね。立てるのが簡単とか。まあでもそうだよね、ハルピンさんがソロで使うテントがワンポールなんですけど、うちは一人で、女性一人でもねパッと立てれるっていうのがやっぱり特徴なのかなって思います。はい。だからソロの人って結構使ってる人多いよね。ただちょっと狭い。テントの大きさによるかな。最初に買ったワックのワンポールとかなると、確かにちょっと低いしね。そう、中で全てっていうのはもちろん難しいけど、まあでもあれはあれで寝床だけですれば、荷物もちっちゃいし、いいテントだなって思うんですけど、そのワンポールにもいろんなサイズもあるので。そうだね、いっぱい種類があるからね。十分な広さ取れるのもあると思います。フルフロアのもあるしね。うちが使ってるタイプはフロアがないタイプなんで、全部がもう土間なんだよね。だから寝る場所は夏だったらカンガルースタイルでちっちゃいテントを中に入れなきゃいけないし、まあ、冬だったらそのまんまでもいけるけど寒さ対策が必要だし、っていうのと、あとワンちゃんいると結構使いづらいポイントもいっぱいあるかなと思うんですよね。真ん中にねどうしてもポールが来てしまうので、まあでもソロだったら使いやすい。全然もう使いやすいです。ほんと設置が楽だし、風には強いのかな、弱いか。どうなんですかね。あんまりね、強風で朝まで強風とかがないので、なんとも言えないんですけど、なんかそういう経験がある方がいたらね、聞いたことはありますよね。ワンポールでもテント破れちゃったとかね。あるある、避けちゃったみたいなね、聞いたりするんですけど、うちはまだちょっとワンポールあんまり使ってない方なので、ワンポールでもそのデッドスペースがないタイプとかもあるしね、こうちょっと立ち上がってるやつとかね、あったりするし、広いやつもあるので、そういうやつね今度ちょっと体験してみたいなと思うよね。あれだったらやっぱフロアもあって、ワンちゃんめっちゃ快適なんだろうなって思ったから、もう家みたいなね。そう次なんですが、シェルター型のテントでございますが、シェルター型、どんなテントですか？シェルター型どんなテントですか？なんて言うんだろうね。なんて説明すればいいんだ。タープってあるじゃん。タープが全部下まで覆いかぶさったみたいな感じの作りなんですよ。要は2ポールとかで支えていて、タープも2ポールでだいたい支えるでしょ。そっからこうそのタープにこう横に壁がついたみたいな感じ。ケースみたいになってます。中が広くて。うちが使ったテントとしては、小川のツインクレスタっていうテントと、あと鎌倉天幕のハイドアウトですね。そうですね。あとハイドアウト TC もあるよね。っていうその2ポールで組み立ってるシェルター型って言われるテントなんですけど、特徴としては横がガバッて開くんで、すごく広々使えるっていうのが特徴かなと思います。開いたことでタープのように使えるので、うちはやっぱり雨の時めっちゃ重宝してますね。もう雨用テントみたいになってるよね。まあそうですね。地面はねないんだけど、下はないんだけど、隠れられるんで、雨からしっかりと。そうなんだよね。タープとは違ってその横から入ってくる雨も遮ることができるから、その辺がめちゃくちゃ使いやすいなと思っております。ただ結構その寝るのには別で、オプションでインナーついてたりするんですけど、別でカンガルースタイルちっちゃいテントを中にさらに張ったりとかしないといけないので、なんか工夫はしないといけないのかなっていう。ただ何の形でもできるよね。そう、いろんな、アレンジができるんで、使いやすいかなとは思います。でも風にはちょっと弱そうなイメージですね。やっぱりパラシュートみたいに煽られやすいから、内側からこう風が入ってくると持ってかれる感じがすごいんで、風はちょっと注意かなって。閉じればいいんですけどね。あとこう張り綱をしっかりしておけば
大丈夫かなと思います。はい、おもちゃが遊べないから戦ってるなのでこう夏とかに結構使ってる人よく見ますよね。そうですね、シェルター型ね、風通しも良くて虫がやっぱりいるので、そのまま寝るというよりはもう一個ちっちゃいテントを立てて中に入れてカンガルーにするっていう、そうだよね、うちも結構夏のさゲリラ豪雨みたいなやつとか、ね、鎌倉天幕とか張ってると全然安心だもんね、それだけでね。そうですね、全部バーって中に入れても広さがあるし、そういうのにはすごい使いやすかったです、はい、はい、ワンちゃん連れの方だったら、まあその冬はね別にね虫いないからそのまま下、地面そのままでもいいと思うんですけど、広く取れる分雨が降ってきた時に狭くなくね遊べるっていうのはいいですよね。あ、そうだね、ボアの時も何回も使ったし、ニコメリでもね、お世話になってるんで使ってます。はい、便利です。はい、それでは次なんですが、はい、ロッチ型のテントなんですけど、ロッチ型って言ってもいろいろあって、うちが使ってるのはなんかアメリカンのタイプなんですけど、一番最初に買ったのはコディアックですね。で、ちょっと買い替えてコディアックは、今使ってるのはスプリングバーっていうテントなんですが、でもこうフルコットンのフルフロアのテントで、フルフロアっていうのは要はもうテントとフロアが全部一緒になってるんで、本当に一つの空間なんですよね。部屋みたいに出来上がるっていうのが特徴かな、っていうのと、コットン 100% なのでめちゃくちゃ重い、めっちゃ重いんだけど生地が厚い分すごい安心感があったりとか、なんならちょっと遮音性も少しあったりとか、なんかその辺が大きな違いなんですけど、あったかかったりね、コットンなんで中温めるとすごい保温が効いてあったかかったりします。夏は夏で通気性が良くてジメッとしなかったり、使いやすいんだけどね、使いやすいです、ただ重いんですよっていうのと、雨にやっぱり弱い、コットンなんで撥水みたいなのはついてるんですけど、やっぱり限界がありますよね、大雨降るとね。あんちゃんもいいですよね、フロアがあるから、逃げる心配がほとんどないっていう、チャックがあるんだけど、チャックのところをちゃんと逃げないように閉めておけば、こうテントの壁の下から逃げるとかそういう心配がないんで、ちょっと楽かなと思います、あとはね、中あったかくしてあげられるからワンちゃんも快適に過ごせるんじゃないかなとは思います。はい、そんな感じでございます。では最後、ドーム型のテントなんですけど、なんか一番一般的というか、一番入りやすいテントというかスタンダードというかよくある形なんですけど、インナーテントがあって、その上にこうフライを重ねて、ちょっとだけ前室ができるみたいな感じの形ですね、最近は大型ドームみたいなめっちゃでかい丸い形のやつとかも出てるんだけど、今回は僕ら使ったことないから、それは、このスタンダードのタイプ、スノーピークとかでもよく出てるドームテントですね、結構どのメーカーでもねやっぱ出てるテントだと思うので、僕ら昔からあるよね、僕らワークマンとかでもね出てるやつ使ったし、あと鎌倉天幕のドームもあるんですよね。なんか子供の時からある気がする。そうだね、そういうテント。そうだね、昔からある形なんだよね多分。なんか僕もキャンプやったことないけどちっちゃい時、でもテントといえばあの形っていう風に思ってたんで、本当にスタンダードなんだと思うんですけど、でもこれのやっぱいいところって手軽なところ、手軽だし、やっぱ2層になってるっていうところと、ちょっとした前室があることが多くて、靴とか荷物とかを受けたりするから、その点もありがたいなって思いますし、サイズも豊富ですよね、結構。サイズも豊富でも、やっぱり基本的には寝るためのテントっていう風な感覚なんで、インナーの中は広めで、前室は狭いっていうのが基本形だと思うんだよね、寝るのは快適に寝たいっ
なんか狭いとこで寝たくないみたいな、うん、広い室内で寝れる。あとは靴とかが濡れないように玄関みたいなところがあるっていう、その他食事をしたりするのは絶対外になっちゃうので、まあ天気がねがっちり良ければいいんだけど、別でねタープをつけたりとかする必要があるっていうのが、僕らもそういう使い方をしてます。はい、はい、小川張りっていうんでね、最近はその小川張りをチャレンジしてやってるんですけど、めっちゃ便利です、そのやり方が。やっぱりやり方すごい楽だよね。楽ですね。なんかソロだったらほんとちょっと前室があるああいうドームもいいなって思いますね、やっぱり。そうだね、ソロキャンプだったら前のキャノピーの部分だけ立てれば雨防げたりするから、それだけでもいいのかもしれないしね。そうタープなしでね、ワンちゃんは、まあ、インナーの中にいてもらう分には安全かなと思うんですけど、結構ドームテントインナーが広いから、うちもニコメリをインナーの中ベッドの上にいてもらってご飯食べたりとかしてるんで、問題なく使えてはいます。ただやっぱりタープなしで余裕こいてやってて、いきなり雨降ってきて困ったこととかは何回かあります。その辺がやっぱタープ持ってなきゃ心配だなっていうのはあるけど、あとは収納も結構ちっちゃくなるから、本当に持ち運びも楽だし、ちっちゃい車でも気兼ねなく持っていけるっていうのがすごくいいなと思っております。はい、はい。僕らは一番最初キャンプを始める時はこのドームテントから入ったんですよね。はい、ワンポールが本当は欲しかったんだよね。でもそうそうそう、ワンポールに憧れてキャンプやりたくなっちゃったんだよね、また。そうそう、でこんなテントもあるのかってそこで知って、でも値段見たら高くて、まずドームから買って、でその後ツールームを買って、ロッジ型買ってっていう順番かな。まあドームを買った理由としてはやっぱ安かった、入りやすかったんで安くてこれにしました。しかも中古。まあそれでもやっぱり冬から始めたんで、ドームテントってスカートがないもの多くて、スカートってテントの一番下の隙間を埋めるための生地の部分がスカートっていうみたいなんですけど、まあ、そのスカートがあることでテント内に空気を入れない、冷気を入れないっていうシステムなんだけど、それがなくってめっちゃ寒い思いをして、やっぱスカートってないとダメなんだねってなって、やっぱりテント買おうみたいな、ちゃんとしたテントを買おうって言ってツールームテントにしたんだよね。それがスノーピークのエントリーツールームエルフィールド、でこれもでも半分しかスカートがないんですよ。インナーの方後ろ側にはなくって、前室の方にスカートがついてるっていう。全部スカートがついてるランドロックとかだともう高すぎて買えなくて、エントリーツールームにしました。確かそれで冬キャンプはずっとやってたんだよね。まあでもそれでもね、暖房ちゃんとつければ全然余裕でしたよね。そう考えるとツールームが一番使いやすい。まあでもやっぱりうちは犬中心に考えてテント考えたりしてて、で、まあ、2個目の前はボアちゃんが老犬だったので、そういうコットンテントであったかく中でずっと過ごさせたいなとか、そういったことで考えたりしてて、今はね2個目にも若いんで、まあ、特にそのあったかくしなくちゃとか、絶対濡れないようにしなくちゃっていうのはそこまで神経質にならなくてもいいなっていうところを考えると、まあ、シェルターかツールームかっていう感じ。ツールームはやっぱり建てるの結構大変だったりするんで、大変だなっていう時とかはシェルターもありかなみたいな感じですかね。意外ですね。ロッジじゃないんだ。ロッジだと結局タープが必要になってきたりするので、2倍張らなきゃいけないから、がっつり今日はテントコーデするよっていう時はロッジとロッジを守るタープっていうのも見た目は一番好きかもしれないです。可愛くて。けど大変さを考えるとシェルターって結構ありがたくて、中にちっちゃいテントを置けば住んじゃうっていうのと、雨風しのげるっていうのと、そうだね、確かにね、空間も広い。まあ小さいのもあるんですけど、鎌倉天幕とかは広いんでっていうのもあるし、車をギリギリまでつけて濡れずに片付けたりとかも、中のものは一気に片
片付けれて、インナーに入れてるカンガルーのちっちゃいテントも片付けれて、ほんと外側だけを最後にすればいいから、そうだね、その辺も楽だったりとか。確かに。まあじゃあ今はシェルター型使いやすいと。今そうですね、シェルターか、ツールーム頑張ってペグダウンして大変だけどそうだね、当てちゃえばツールームは楽ですね。そうだね、確かにロッジもめっちゃ快適なんですけど、その天候に結構左右されるっていうのがあるから、タープ立ててないと雨厳しいし、で雨降るとやっぱりちょっとその浸透、雨漏りとかはしないんですけど、やっぱびちょびちょになってくるんですよね、だんだんね。それがやっぱりちょっと心配しながらキャンプしなきゃいけないっていうのもあるし、結構ね上だけやってても横殴りの風とかだと結局ね、びしょびしょになっちゃって跳ね返った泥もついちゃったりとか。確かにそうだからちょっとね日本がね雨が多くなったっていうのもあって、ちょっとずつそこもすごい考えるようになって、晴れてる日は、可愛いと思うのはロッジかなと思うんですけど、そうだね、確かにな。おこもりするなら、おこもりするんだったらワンコありきだったら、でもツールームかな。ツールームがいいかな。大変だけど最終的にタープもいらないし、楽ですかね。そうだね、そうなっちゃいますね、結局なっちゃうな、ツールーム。お子さんいたりワンちゃんいるとやっぱツールームってなんだかんだ便利、立てるの大変だけどっていうのはつくけど、なんだかんだ便利っていう声もやっぱり多く聞くので、じゃあまとめますと、シェルターはちょっと使い方限られてくると思うんですよ。インナーがないし、いろいろこう道具が揃った上で僕らも使い始めたから、間違いないのはツールームなのかな。ね、買って失敗したとかがなさそう、一番。まあそうですね、一回買えば全部ついてるし、こっちにしとけばよかったっていうのがあんまりなさそうだよね。どれか1個しか買えなくて最初に買うって言ったらツールームだと思います。そうだね、収納問題だけクリアできるなら、ツールームを選ぶかな、僕らも。まあその今ファミリーだったらとか、あとワンちゃんがいるんだったらっていうところを加味して考えて、ソロさんだとねツールームは使わないと思うし、結構2人キャンパーさんとかでもワンポールの方も多いから、あくまでもそうそんな結果になりました。はい、ということで、3年の時を経てまた同じ企画、ジャンル別テントの特徴っていうことで、お話ししてみました。他にも特徴的なテントとかいっぱい今出てるし、今のこの言ったジャンルに入れないようななんか特徴的なテントっていっぱいあると思うから、全てがこれじゃないんですけど、なんとなく僕らが使ってきた中で、こんな感じだったなっていう感想をお伝えしました。何かの参考になってもらえたら嬉しいなと思います。他にもキャンプの動画等々やっておりますので、ぜひぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。お願いします。うちはこんなテントを使ってますっていうコメントもいっぱいお待ちしております。それではまた次のキャンプじゃないそれではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなり。さよなり。斉藤でした。斉藤でした。ありがとうございました。